どうも、大川水道メンテナンスの花です。代表の小川です。おはようございます。おはようございます。小川さん、今日はどういったご案件で？今日はその半年ぐらい前から台所のシンク流れ悪くなってきてて、でお家全体のフォア洗浄を、のご依頼なんですけども、お客様の方からYouTube の応援も兼ねて、撮影してもいいですよって先に言っていただいた方なので、ちょっと撮影させていただこうかなというところですね。ありがたいですね。ありがとうございます。つまり自体はそんなひどくはないかなっていう予想は、してます。今日は丁寧に施工するところを取れればなーって思ってるかな。その詰まりを抜いていくぜっていうのも一つなんだけど、細かいところに気を使いながら作業してるような撮影ができたら、と思ってます。わかりました。とりあえずいつも通りな感じで、そうですね。やっていきましょう。頑張っていこう。まずさっき、冒頭でも言った、台所の流れが悪いってことだったので、いつも通りちょっと排水テストから始めていきましょう。もう上がってきてますね。上がってきてる。本当だね。渦巻いてるように見える。これ多分水量だからな。完全には詰まってないね。一回止めちゃいますね。上がってはくるけど渦巻いて流れてはいるって感じですね。上は。下は？下このタイプ。花の動画にもあったもんね。このタイプね。ここ今これで予想できるのは、ここの汚れが一つあるよね。ここで汚れちゃってる場合、トラップ自体が。そうだね。あとはやっぱ先の方で汚れてる場合と2パターンこの場合はあるから、順を追って、清掃してみようかなと思う。まず上から入れて一回ここ清掃してみようかな。まずはシンクからトラップまでを清掃してあげてって感じ。そうだね。でその後こっちを蓋開けて清掃をしてあげて、あとは硬い油がなければすんなり治ってくれるんじゃないかなって思うので、じゃあ準備していこうか。なんか外からできそうな感じだったんですけど。本当？単独っぽかった？単独っぽいです。もう本当台所の真裏にマスが1個あって、ですぐ外なんで100で、お部屋内の方入って、で補足してる感じが見受けられたんで、多分外からワイヤー入れれば、台所のここまでは届くんじゃないかなっていうマジかあるんで。じゃあ外からの方が効果的だから、下から入れるの方が効果的だから、先やっちゃおうかな、そっち。 OK です。1階の台所の特権っていう感じですよ。そうだね。そう、1階の台所だからできることだよね。いつもね2階ばっかりやったから、そうだね、最近2階多かったもんね。ベストな方法でやっていきましょう。OK、じゃあちょっと外を拝見しに行こう。今もう見えてる段階で多分指でやればちょっと取れちゃうぐらい、が奥の方ではもっといっぱいあるんじゃないかなっていう予想がされますので、ここから洗浄してみます。よろしくお願いします。よし、じゃあ花ちゃんやっていこうか。で屋外から、入れるんで、まず太いワイヤー、いつもの赤い一部五輪を、入れてみていいと思います。これの方がねパワー出るからね、細いやつよりかは。でこれちょっとやってみるね。ここでもう細くなってるっぽいな。いきまーす。
音変わったの分かる。来てますね。コン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 この蓋を叩いてます。このカチカチの音がこの蓋を叩いてる音ですね。結構今清掃できたと思うんだけど、上げてみようか。どうですか、汚れの種類的には。やばいやばい。ペラペラな感じですか。取れるかな。いや、もう崩れちゃうよ。崩れちゃって、この隙間に流れちゃう感じですかね。そうだね。パーセントでもう崩れちゃう。ほら、いつものっていうか、硬い油系じゃないから大丈夫かな。ちょっと仕上げに引っ張っていきたいから、もう一回だけ仕上げに入れる。だいぶ音も聞こえるようになりましたね。音聞こえる。で、いい音。最初より全然大丈夫。良くなってる。おいしさ。いいんじゃないかな。マスも綺麗にしとこうね。さっき外からこう入れて、下のさっき言ってたここまでワイヤーが来てることを、花ちゃんに確認してもらったので、洗えてないここの部分を今洗おうかなっていうところだね。で、紙から入れるんで吹き出る時あるので、押さえながらやってみましょう。いいかな。ゆっくりめにね、最初は。ここやっぱり結構汚れてるよね。汚れ出てくるね。結構汚れてます。じゃあこれでどうだ。いいんじゃないのかな。洗浄は一通り台所は終わりました。で、追水確認しましょう。いくよ。さっきも全開ですよね。さっきも全開。ですぐ上がってきたような。そうだね。どうかな。だいぶそうかな。かなりいい感じですね。さっきもうかなり最初の段階で流して数秒ぐらいで上がってきてた感じですもんね。
あとは止めた時にほぼほぼポポポポ音がすると。じゃあ次食べて流そうね。やっぱあんなペラペラな油汚れであんな排水不良が起きちゃうもんなんですよ。そうさっきの汚れの出具合見たところ出てきたのはペラペラに見えるんだけど、あれはやっぱ配管の中で溜まってるやつを砕きながらかき出したから、実際はもうペラペラだけどドンって計測してたと思う。いや幸いねまだペラペラで柔らかい状態だからいいんだけど、これが硬くなってくると前の動画でもあったあれ実はもう6時間ぐらいやってるからね出すのにねそうあれぐらいの硬さの油に変化していっちゃうからね。だから流れが悪い子がでもあると思うのよ。で結構ねみんなね我慢して使ってると思うんだよね。あんなに硬くなるまでに絶対年月がかかってるはずだから、流れが悪くなったなっていうタイミングで、高圧洗浄を呼んでいただけるとこのようにスムーズに洗浄できますんで、硬くなっちゃったらなっちゃってなんとかしますけどねだから、我慢せずに相談だけでもいいんでしてもらえるとアドバイスだけでもできますんでっていうところで水が溜まりました。いくわよ。この静寂がねいいわけですよどうでしょう花ちゃん、いいですか？そうですね。やっぱ今までのその動画とどうしても見比べちゃう部分があるんですけど、やっぱこの時ぐらいに高圧洗浄を1回かけるのがベストではありますよね。そうだね、ベストだね。あれをまた数年放置しちゃうとそれこそ6時間ぐらいかかってやっと油がかき出して流れるようになるみたいな感じになっちゃうので、このぐらいのタイミングで呼んでいただければ一番いいと思います。はい、じゃあ随時他のところも洗浄して全体的なメンテナンスをやっていきたいと思います。あれ作業終わったんじゃないですか？いやチェック大丈夫だと思うんだけど、一応さこうさ手入れてみたりしてさ、こうさ見えないじゃん覗くて。でも手入れたら分かるじゃん。ほら何にもついてこないでしょ。触ってる感じさ、もうこれもう洗ってあるよねってぐらいの感触だから、チュルチュルしてる感じですか？キュッキュしてるキュッキュ皿洗いしたんですかぐらいのキュッキュな、ほら何にもついてこないでしょ。見せてもらっていいですか？ほらね、真っ黒の手袋だけ。そうそこ触ってます。普通だったら汚れいっぱいついてくるから。さっきのあれですよね、ペラペラなやつが指についてくるとかっていう状態ですよね。そう洗ってないと。でも今もないね、何にも。ほらでこれをちょっとチェックしたかった、それだけです。